こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は、障害者雇用促進法の改正について解説をしていきたいと思います。一定数以上の従業員を雇用する企業においては、障害者雇用というのが義務付けられております。法定雇用率と呼んでおりますけれど、こちら、令和7年度において改正はないんですが、その他において障害者雇用促進法改正がありまして、その結果、一部の企業においては障害者雇用数を増やさなければいけないという状況が考えられますので、今回障害者雇用促進法の改正の内容について解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは障害者雇用状況の推移について見ていきたいと思います。障害者雇用につきましては年々その障害者雇用数が増えているという状況になっております。そして一定の企業については義務付けられております障害者の法定雇用率の現状について見た上で、令和7年度の改正について、この改正は法定雇用率の改正ではありません。除外率の引き下げがありましたので、一部の企業に影響があるという状況になっております。そして一部の企業に義務付けられている法定雇用率ですけれど、この法定雇用率、達成できなかった場合、未達成の場合のペナルティについて解説をしていきたいと思います。また、障害者雇用、ある程度企業の負担も、覚悟せざるを得ない状況ではありますけれど、障害者雇用に役立つ助成金をご紹介をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは、障害者雇用状況の推移について見ていきたいと思います。令和6年度において、障害者雇用は67万7000人ということで、21年連続過去最高を更新をしているという状況になっております。そして2024年、令和6年における民間企業の実雇用率というのが 2.41% ということで、こちらも13年連続で過去最高を更新をしているという状況です。この令和6年度の 2.41% ですけれど、途中で法定雇用率が変わっている関係もありまして、法定雇用率達成企業割合というのが前年 50.1% だったのが 46.1% に下がっているという状況になっております。特にですね、40人から 43.5 人規模の会社においては法定雇用率達成率というのが 2.1% という形になっておりますので、このあたりが全体の達成企業割合を引き下げているという状況になっております。では、障害者雇用過去最高になっていますけれど、その67万7000人の内訳を見ていきたいと思います。障害者雇用、大きく身体障害、知的障害、精神障害の3つに区分されますけれど、身体障害につきましては全体の 54% ほど、知的障害に関しては 23%、そして精神障害については 22% ほどとなっておりますが、近年、精神障害における障害者雇用の割合というのが非常に増えてきているという状況が特徴的かと思います。そして一定の企業に関しましては法定雇用率というのは義務付けられておりますけれど、今現状どのようになっているのかということです。まずは法定雇用率ですけれど、なぜこのような義務が義務付けられているのかというと、障害者が能力を最大限発揮をして適正に応じて働くことができる社会を目指すために、事業主に対して従業員の一定割合以上の障害者の雇用を義務付けているというものになっております。昭和35年、1960年においては努力義務だったんですが、その後法改正等を経まして、昭和51年、1976年から義務化されているといった状況になっております。そして、この法定雇用率が義務付けられる事業主の区分というのが大きく3つに分かれておりまして、民間企業、国・地方公共団体、そして都道府県等の教育委員会という3区分になっており、
すべての会社、一般の民間の会社については民間企業の区分を利用するということで、今現状は民間企業においての法定雇用率は 2.5% という状況になっております。従業員数で換算をすると、従業員数40人以上の会社においては、1人以上の障害者雇用をしなければいけないという状況になっております。そしてこの従業員数を40人以上というのを算定するにあたって、除外率制度というのが設けられております。こちらはですね、すべての企業において40人以上かというとそうではなく、一定の企業につきましては、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数というのを控除できる制度というのが設けられている。これらを加味した上で従業員数40名以上という形になっております。そして現状は 2.5% になっておりますけれど、令和8年、2026年の7月からは、さらに引き上げという形になりまして、法定雇用率が 2.5% から 2.7% に引き上げ、従業員数でいきますと38人以上という形になって、こちらもですね、障害者雇用を増やさなければいけない企業もあるかと思いますので、今から準備が必要かと思います。そして、この除外率制度ですけれど、こちらはすでに廃止が決定をしているというもので、段階的に引き下げをしていく流れになっております。この除外率につきましては、障害者の職業安定のため、法定雇用率というのを設定しておりますけれど、障害者雇用が馴染まない業種、職種などがあるということで、優遇制度が設けられているといった状況になっております。こちらはですね、平成16年、そして平成22年、それぞれにおいて10ポイントずつ引き下げが行われておりまして、令和7年度においても10ポイント、一律に引き下げがされているという状況になっております。例えばですね、業種で言えば建設業ですとか、あとは林業、鉄道業ですね、あとは幼稚園、そういったところに関しては除外率というのが設けられておりますが、こちらはいずれなくなっていくという形になっております。このようにですね、除外率を使って従業員数を計算をして、一定の障害者雇用をしなければいけないという形になって、それが法定雇用率ということになっておりますけれど、ではこの法定雇用率、達成ができなかった場合はというところを見ていきたいと思います。こちらはですね、障害者雇用納付金制度というのがあります。この障害者雇用納付金制度というのはですね、一定の企業において、いわゆるペナルティのようなものになってきます。障害者雇用というのは、作業施設ですから、作業設備の改善、職場環境の設備や、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うというところも考慮されまして、事業主における経済的な負担を考慮し、事業主間の負担の公平を図るために設けられている制度になっております。法定雇用率未達成企業のうち、従業員ですね、常時常用労働者が100人を超える企業から障害者雇用納付金を徴収するということになっておりまして、こちらは1人当たり月額5万円という形になっております。したがって一定の企業において法定雇用率を充足できない場合においては、障害者雇用納付金を納付をするということになっております。そして、今後ですね、さらに一層障害者雇用というのは増えていくということになりますけれど、それにあたって活用できる助成金というのを少しご紹介をしていきたいと思います。まずはですね、特定求職者雇用開発助成金、いわゆる特会金と言われるものになっておりますけれど、こちらは特定就職困難者コースというのがあります。また、発達障害者、難治性疾患患者雇用開発コース、これらをですね、障害者雇用において活用できるかなというふうに思います。また、一般的によく使われるのがトライアル雇用助成金ということで、障害者トライアルコース、または障害者短時間トライアルコースというのもよく使われるかと思います。また、障害者を正社員化をしていくといったところもありまして、以前別の助成金でしたけれど、今はキャリアアップ助成金の中に入っております、障害者正社員化コースというのもありますので、障害者雇用を行った上でですね、正社員化をする場合は、このキャリアアップ助成金を活用してもらえればと思います。
また、その他ですね、先ほどご紹介をした障害者雇用納付金制度に基づく助成金というのもあります。こちらはですね、独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構の方で行っておりますので、様々な助成金がありますので、参照してほしいと思います。そして最後に注意点とまとめになります。障害者雇用の今後ですけれど、今現状すでにですね、障害者雇用というのが非常に過熱化をしている。また、そしてさらにですね、精神障害の障害者雇用というのが非常に熱を帯びているといった状況になっております。その一方でですね、障害者雇用における定着率の低さというのも問題になっております。こういったところも含めてですね、様々な労働環境の整備は必要かなと思います。また、法定雇用率充足できない場合ですね、行政指導というのもあります。雇用義務を履行しない企業には行政指導を実施といったことで、場合によっては企業名が公表されるということになっております。令和5年度においては5社、社名公表されておりまして、令和6年度においてはその5社のうち1社が再公表という形で1社公表されておりますので、障害者雇用を守るようにしてほしいと思います。障害者雇用も含めて様々な多様な人材が働く環境になってきております。働きやすい環境、ダイバーシティ経営というのを進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。